皆様こんにちは、みえちゃんです。今日はね、こちらのお天気がやっと少し晴れ間が出てきて気持ちいいんですよ。こんな日はね、絵なんか描いてないで本当は外に散歩に行きたいんですけど、ほら、うちのこのなんていうのこれ、パキラっていうの、この観葉植物やゼラニウムがね、今年は全然葉っぱ落とさないんですよね。いつもだったらもう全部葉っぱが冬は落ちちゃってね、寂しいんですけれども、今年は暖かいのかな。晴れてるとは言ってもね、晴れたり曇ったりなんですけど、よいしょこのぐらいでいいかしら。カメラのポジションちょっと変えました。ちょっと私の手が邪魔になって見えづらいので、これで行ってみます今日は。それでね、昨日の続きなんですけど、昨日あれからリンゴをこのぐらいまで描き進めてみました。まだね、影のとことかちょっとぼかしが足りないのと、あと見えますかね、細かいね画用紙の地肌がまだ残ってるので、もっと塗り込んでいきたいですね。でここの影もつけてないし、なので続きをまたよろしかったらご一緒に見てってください。もし同じテキストをお持ちの方だったら一緒にいかがでしょうか。じゃあよろしくお願いします。これでやってきますけど、見えるかな。よいしょ。それでここをね、影をここまでつけて、テキスト見ると影は灰色、白、緑、水色ってなってるので、灰色、白、水色、緑出しておきます。4本出しておきます。それとこの地肌をもっと塗り込みたいので、この赤でちょっとせっせと塗っておきます。本当に明るい中で描くっていうのがまた気持ちがいいんで。また曇ってきちゃった。昨日は一昨日だったかな、雪がだいぶ降りまして、雪が降った割には今年は本当暖かいっていう感じですね。私東京からこちらに移住しましたんで、東京のね1月頃の抜けるような青空ね、あれがね時々恋しいんですよ冬の東京の冬の日差しっていうのはね、本当にいいですね。こちらもね、東京に近いかな。九州あたりだとあれらしいですね。福岡に親戚がいるんですけど、あちらはなんか日本海側なので、東京みたいなこう抜けるような青空っていうのはあまりないそうですね。地方によっていろいろ違うんでしょうけど、少し黙って書いていきます。ちょっとおしゃべりなのでね、私口にファスナーがいりますね。はい、だいぶ塗ってきましたね。楽しい。これはね、この辺りがすごく難しいですね。微妙にね。先生はもう綺麗にぼかしてますね。この辺ね、すごいですね、さすがよいしょよいしょよいしょ。はい、そしたらこの影のところは
うん、違うか、こっちだ。影だいたいこんなもんでいいのかな。このぐらいかな。グレーちょっと光って見えないな。逆光だからね。逆光なのでね、少し見えない。この辺は少しグレーを見た方がいいかな。出来上がりを見た方がいいかもしれないですね。この出来上がりの写真を。あ、そうか。このグレーはなんかぼちぼちの時に撮っとくみたい。まだちょっと早かったわ。あららら。ちょっと早かった。気にせずやるしかない。でこうやって指でこすってもね、結構伸びるんですよこれ。赤も加えたりして、はい、だいぶ塗り込めてきましたね。よいしょ、思いっきりやっちゃう。思いっきり思いっきり。よいしょ。いいね。白いあれが気になるんでしたの。はい、このぐらいでいいかな。先生のお手本ではもう画用紙のこの白いブツブツがね、ほとんど見えないぐらい塗り込んでますね。はい。そしたらね、黄色がもっと入ってますね。色がなんとも言えず、この辺に入ってる黄色のラインがね、いいんですよ。先生の出来上がりの絵ではね。草色も入ってるね。はい、もうちょっと黄色か。黄色っていうか、これなんだろう。黄土色みたいな色塗ってるんですけど、今出来上がり見ながら出ます。もうこの辺まで来たらもう説明見るよりこの出来上がりの写真のディテールを見ながらやった方が楽です。よいしょ。だいぶ濡れてきまして、この辺もちょっとまだうまく出ないですね。なかなかね。焦げ茶、あ、そうだ、焦げ茶忘れてた。これを少しやった方がいいかもしれない。こんな感じで、この辺がだいぶ黒いので、あとリンゴってこう丸いので、こういう感じを意識して描いた方がいいのかな。そうすると線もね、まっすぐじゃなくてこういう感じにやった方がいいのかなって思ったりします。ですね。よいしょ。
塗れば塗るほどクレヨンってこう深みが増すというか、完全にこれはなんとなく油絵の感じにの一歩手前っていうかね、そんな感じがします。多分ねこれはあくまでもクレヨンなんで、多分オイルパステルとかね、あっちを使ったらもっとその油絵に近いものになるんじゃないかなって思ってるんで、このクレヨンがね、この先生の本で勉強してある程度描けるようになったら、最終的に私オイルクレパスを使ってみたいんですよ。オイルクレパスじゃないや、オイルパステルなるものをね、初体験してみたくてワクワクしてるんですけど、その前にね、一応このクレヨンでもってこういう筆じゃなくてね、こういう棒状のもので描くっていう体験を今しているところです。何でもね、新しい体験ってワクワクしますよね。人間長くやってるとね、いろんな体験ありますけどね。いい体験もあればね、いろいろですよね。よいしょ。だいぶ塗り込んできました。よし、今日は出来上がりまでいけるかな。いければいいんだけど、下の影を描いちゃおうかな。下の影はやっぱりグレーと多分茶色だな、これは。水彩だとね、ブルーと茶色を混ぜたりしてやるんですけど、私鉛筆ここまで描いちゃったけど、どっちかって言ったら影がもう少し小さいだな。ここはね、この影の見えるかな、影のこの幅がね、このぐらいでしょ。私結構幅広く描いちゃったんで、ここちょっと直します。そして曇ってきちゃった。画面大丈夫かな、暗くなっちゃうかな。でこんな感じで描いてますので、影を描いていきます。できます。この時にちょっとリンゴの丸みを出して、また晴れてきた。晴れたり曇ったりって、なんかこういうのってあれ思い出しますね。なんだっけ、イソップ物語だったかしら。北風と太陽っていうのありましたね。あれ思い出します。なんだっけね、あれは旅人でしたっけね。旅人が街灯を着てて、何だったっけ忘れちゃったな。街灯を着ていて、太陽がそれを誰かと競争するんだったっけ。北風と太陽だから、そう。太陽が確か北風と競争するんだね。なんて誰もいないのに一人で喋って、北風と太陽が競争して、街灯を早く旅人の街灯を早く脱がせられるのはどっちだろうってやるんだよね、確か。それで北風は無理やりにピューピュー吹いて脱がせようと、力ずくで脱がせようとするんですよね。ところが余計に旅人はあれですよ、街灯をピュッとこう襟を立てちゃったりしてね、
脱がない、一向に脱がない。でそこへ太陽が来て、私に任せなさいっていう感じでね。で太陽が今度雲の間から顔を出すんですよ。そしたらもう暖かくなってね、旅人がもう「あったかいな、お日様が当たってきた、あったかいあったかい」って言って「ちょっと暑いな」って言って街灯を脱いじゃうっていうね。あれね、本当にその通りだよね。何も力ずくでやったってさダメなんでしょうね。よいしょ。ここは黒かな。黒も入ってますよ。グレー、黒、このね、見えないね、逆だからここね、焦げ茶や黒や白も入ってんですよ。でその部分を今やってます。ここがこうなってて、面白いな。ここの影、結局あれですよね、何描いてもね影がないと絵にならないんですよね。影って不思議ですよね。影つけた途端にその絵が生き生きとしてくるっていうかね、そういうのありますよね。グレーがどっか行っちゃった。グレー白もある。白、だからね、さっきの北風の話じゃないけどね、まあ何でもね、いろんな試練ありますから、生きてる間あんまりこう運命にこう逆らったりね、必死でこうなんていうのか抵抗したりするとかえってこう良くないっていうみたいな感じがしますよね。そうは言っても苦しかったり悩んでたりしてる時はね、どうしても抵抗しちゃうし、だいぶこんな感じかな。白があんまりやりすぎたかしら。どうでしょうか。あ、怒っちゃった。これよし、あららら、よしよいしょ。ここまでできましたが、ちょっと私起き上がってないのかな。どうかな。どうですかね。したら次の段階に入りますね。一応ちょっと待って、その前にこの辺に少し茶色が見えましたので、かな、伸ばした方がいいか。このままでいいかな。しときますね。次の段階としてこの葉っぱね、葉っぱのディテールを先に描いちゃいましょう。先生のはこうなってますね。こうね、綺麗に。で私はまだこの段階なので、あれ見えないね。こうですので、これをちょっと仕上げます。ね、こういうところが楽しいんですよ、描いていて。とっても楽しい。これも出来上がりの写真見た方が分かりやすいのでなってますよ。ちょっとこれがね濃くて、この辺は臨機応変で自分のスタイルで
やってもいいと思うけど、こうなってて、よいしょ。結構白が入ってる。この光のリフレクションっていうかね、この反射があるんでしょうね。こんなもんかな。先生みたいにうまく描けない。まあ描けなくて当たり前ですから。いや、しかし柴崎先生は素晴らしいですよね。先生の水彩画がね特に好きですけど、もう6年前から見ていて本当に勉強させてもらってます。さっきからグレーを探してるんだけど、どこに行っちゃった。あったあった。私先生と同じ年代っていうか少し下なんですけどね、だいたい同じぐらいで、はい、そういうのも親近感あるし、何とも言えないこの水彩画に漂うなんていうかな、あれ哀愁みたいなのもあるし、でもクレヨン画も素晴らしいです。本当に。私やっぱり好きな山田五郎さんの動画も私好きでしょっちゅう見るんですけど、あの人絵のこと何でもご存知ですごいんですけどね。この間山田五郎さんと先生がなんとクレヨンでモネの睡蓮を描いてまして、びっくりしました。すごかったです。だいぶできました。これちょっと微妙に違うんだけどな、もう一息なんですけど、この白がちょっと私下手だな、入れるのが。白のねハイライトがスッスッとこう入んないんです。うまく入んないんですよ。なんかね、ここまで描けましたけど、どうでしょうね、出来具合。こんな感じ。先生はこんな感じ。はい。もうちょっと後で直すかもしれませんけど、とりあえず今ここまででしときます。で気になるのが時間なんだよね。よいしょ。はい。そしたらこの辺まで塗ったら、今度はねこの見えますかね、リンゴの表面にこうポチ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 っていっぱい斑点があるんですけど、ここを描いていきたいと思うんですけど、前のね、私が前描いたこちらではね面白かったんですけど、こちらではね、斑点のところはねこれで削ったんです。これ三角定規これの角でこうやってピッ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 。先生は長い定規のところでやってましたけど、それでやったんですけど、今回はそうではなくていろんな色でやるみたいですね。それも楽しみだ。テキ
ストにはその前にここの白い部分をやっちゃいます。光が強く当たっているハイライトを白で表現します。ここまで塗ってなかったんで、これ紙の白を残してるだけなんで、ちょっと塗るのかな、塗った方がいいですね。これ塗ってぼかします。いいのかな、なんかちょっとピンとこない、納得できないけど、まあこんな感じで塗ってます。この辺も入れるみたいです。この辺も入ってますので、点々点みたいな感じで入ってる。これ白っていうよりグレーに見えるな。はい。そしてこの白でポチポチやったり、灰色、白、緑、水色で斑点を描きます。水色あったんだ。水色、これだ。水色で斑点を描きますね。よいしょ。ちょっとこの辺がね気になるんですよ、まだ。なんかよいしょ。でもクレヨンが塗れば塗るほどなんか味が出るっていう気がしますね、なんとなく。このリンゴはね、こういい題材というかね、美しいですよね。その果物そのものがね、形といい色といいね。私のこっちに越してきたこの地方はね、あれですよ、北アルプスの近くでリンゴ生産地ですからね。ちょっと郊外行くともうリンゴの畑がいっぱいあってね、そのリンゴはね、花も綺麗だし、すごく素晴らしいです。そういうのを見るときが、やっぱりこっちに引っ越してきてよかったなって思う瞬間ね。はい。まあ住めば都と言いますから。わけあって私地方に移住したんですけど、まあほんと住めば都。よいしょ。この辺が難しいな。東京にいた時はリンゴの木なんかね見たこともないし、実際は美空ひばりリンゴ追い分けだっけの名曲がありましたけど、花も実もきれいなね、いい植物。この辺もなんか黄色がだいぶ塗ってある。こうやって、まだらの感じで塗ってあって、ちゃんと写ってんのかな。
じで黄色もだいぶ乗ってますので一生懸命乗せてます。よしよしよし。ちょっと私地元のね絵画教室っていうところに入ってたんですけど、ちょっと猫がねひどい病気になったんで介護しなくちゃならなくてしばらく行ってないんですよね。でそこのねみんなと描いてると本当楽しいんです。一人で描いててもねやっぱりね一人で描いてるより一緒にみんなで描いてた方がなんていうかモチベーション上がるんですよね。楽しいしね、みんなでワイワイ写生行ったりね。なのでまたもう猫は亡くなってしまったからね、またその教室にまたお邪魔しようと思ってるんです。まあね、亡くなってしばらく本当に描く気がもう全然なくなってしまって、その前からもう介護でも絵なんて描ける状態じゃなくて仕事しなきゃなんないし、猫のあれですよ、治療費すごいんですよね。もうとんでもなくもうお金かかりましたよ。なんであんな高いんだろうと思って、まあ保険がないっていうことがあるんですけど、焦りましたね、もう治療費には。なのでね、今いるかりんちゃんにはねもう無理してでも保険かけたんですよ。じゃないとね大変だから、本当にもう友達もねやっぱりワンちゃんがすごい闘病してて、で車がね買えるぐらいお金かかったって言ってましたけど、ほんとかかりますから。だいぶ濡れましたよ。そしてここはあとはもう仕上げの段階ですね。この辺ポチョ、これが楽しいんだ、このリンゴのこの斑点を入れるのが。よいしょ。面白い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 。こんな楽しいことあるんだろうか。これ斑点は灰色も使うんですね。灰色、緑、シールもシール。これはちょっと置いといて、緑もやるんだ。緑。なるほど。思っても見ない色使うんですね。斑点はもう白と思ってたけど緑も使うんですね。でこういう影のとこはこう水色をやったりね、ポチポチってこうやるんじゃないかな。ちょっとやりすぎちゃったかな。どうでしょう。柴崎先生のね絵をずっと見ていて、動画見てて、最初はね、いやこの先生の絵どうなっちゃうんだろうって思っちゃうほどね大胆な色の塗り方なさって、もうハラハラするんですよ。それが最後になるともうまるでマジックショーを見てるみたいにね、もうすごい絵になってるというね、本当に先生のね動画はすごいですよ。
ね、それできた時に「はい出来上がりです」っていうねあの瞬間がねなんとも私もちょっとやってみたいなちょっと真似しちゃおうかな。もうすぐできそうだから。あ、ここもなんかちょっと黒い線が入ってた、気がつかなかった。ああ、なるほどね。ここのところは